ターモンスターズジャパン、これマーティさんが発案したんですか？結構よく聞かれますよ。日本のいいギタリストって誰ですかって聞かれるじゃん。その時に名前言ってじゃあ自分で検索してくださいとかいいんだけど、例えばイベントあったら3人ぐらいの、G3 の形なんですけど、 G3 と違うことはまず日本で、それと僕がみんな紹介したい人っていうイメージですね。村地は長いお世話になりますけど、いちかさんって結構最近、派遣してて、この人いいなと思ってたんで、3人とも全く違うギター味があるから飽きさせないってすごく大事なこと。僕はもうギタリストなんだけど、ギター音楽聴くのはうざいですよ。本当になんかの寿命あるんですよ。良ければもう聴きたいは聴きたいなんですけど、でもうまさ全く興味ないですよ。うまさ興味あったのは多分最初の2年ぐらいギター弾いた時に。短いですね。短い。もうみんなうまいじゃん。うまいは当たり前だから、自分の音楽聴いたらなんかいい気持ちになるっていうか、何か感じる。あの人の魂とか分かる、あの人の伝えたいことが僕の中にいい気持ちになる、だからその基準の方が大事ですし、腕を見せることと逆です。もうむしろそのアンチ腕、僕から見たら腕よりもっと天国的なもの見えると思います。面識はそんなにない感じなの？今日初めてお二人にお会いしますね、僕は。僕らは結構、もう全世界ツアー一緒にやったんですし、マーティさんのバンドに参加させていただいて、それよりも前にその MI ジャパンっていう学校でいらしていたので、プロになる前からっていうところだったので、まさかこの人は最初に18歳ぐらいだった時にまさかこいつは僕より上手くなるとは思ってな僕最初マーティさんのお会いしたのってセッションだったんですよ。学生と特別講師っていう形でセッションをさせていただいて、で僕その時はもうすっごいテクニックというかスピードばっかり追い求めてた時だったんで、多分18、19の時でセッションさせていただいて、もうゆっくり弾いた方がいいよって言われて感想がそれなんだっていう言いそうでね。しかもすごいバラードのセッションだったんですよ。で僕もうギターキッズもギターキッズみたいな感じだったんで、そこからマーティさんのバンドに参加させていただいたり、共演させていただくことが多くなって、マーティさんってなんかすっごい特殊な奏法とかはないじゃないですか。ものすごいタッピングとか、何かアーミングとか、むしろ全くですよね。かなりストロングタイプな、僕もそれが好きだったんですよ。でそこでそのテクニカルを超えたその音の作り方とか音の出し方とか音源に対しての力の込めようというか、いやどんだけこだわってんのかなと思って、エンターテイナーの部分だったりとかすごく勉強になりましたし、読者にみんな分かってほしいことは、やっぱテクとか腕を身につけるのは非常に楽しい、非常に達成感感じる、非常にチャレンジなんですけど、最終的に考えなきゃいけないのは、一体僕は何をこの楽器で言いたいですか、私の音楽は何ですか。自分のボイスが最優先ですね。だからいちかさんは僕ができないこと全部きれいにできてる。村地さっき言ったなんかアーミングとかタッピングとか両手とか、でもその腕より彼の音楽センスの方が魅力的ですよ。だってタッピングのやつももうコンビニに入ったら10人できると思いますよ。多いですね。多いんですよ。どこに行ってもいるんですけど、それをやって聴きたくなる人たち非常に少ない世の中。どういうふうにね、今のスタイルにこうなっていかれたのかって話を。そもそも自分がこう人生をかけてギターで音楽でしたいことっていうのが、もう自分と楽器一つのもうソロギターでこう聴いてくれた人の心に何かこう残せるようなものを作りたい。ギター始めた何年前だろう、多分6年前とかそれぐらいだと思うんですけど、の時ってアコースティックギターでソロを弾かれてる方はいっぱいいたんですよ。でもこうエレキギターでソロを弾いて、なおかつこう世界に聴かれてるような音楽っていうのが多分その時あんま存在してなかったんですよ。僕のその時リサーチ不足だったっていうのもあるかもしれないんですけど、自分でじゃあそういうことをしようと
それがまだこう未知の領域だと思ったから。すごいのはギター一本ですごい深みがある世界だったり、すごい綺麗な世界だったりを作る、そのために必要なテクニックみたいな、そうですね、捉え方なのかなってことだね。テクニックといっても僕は結構こうだから自分で作った独特なテクみたいなのが多くて、例えばで言うとギターってコード感を移動するのに、タイムラグ生まれるじゃないですか、どうしてもここから行く時って音の隙間っていうのが生まれちゃって、こう気持ちよく聴かせたい時って、こう弾いてここで音を鳴らしてる間にこっち移動することでシームレスに音楽がつながっていくとか、っていうのをこう必要に合わせて生み出していったみたいな。もちろんそれはこう先人たちが作っていたタッピングだったりとかバーフェレンにからつながるとか、もちろんそういったものがあるんですけど、その塔の上にこうなんか利用させてもらってるというか。だから彼は何のテク使っても僕はそのテク気づいてなくてスタイルがある、それがとても大事ですね。